皆さんこんにちは。今日は家で簡単に作れる豚のカルビチムを作りますね。豚のスペアリブを用意したんですよ。手に入りづらい方のために肩ロース一緒にやるんで、今日の動画最後までご視聴お願いします。まずこの脂身とか結構ついてるから、こういうのを軽く掃除して、あと中身を見ると膜がついてるから、この膜は手で引っ張れば取れるんで、これを取れないとすごい噛みづらいんで、これは取ってから調理するのをおすすめしてます。掃除したスペアリブは血抜きをしましょう。やっぱりこういう血とかついてるところをしっかり取れないと、煮た後に最後に味に残っちゃうんで、これはもうしっかり捨てちゃおう。で、水30分ぐらいつけときます。血抜きが終わりましたね。これから一回水洗いしますね。一回軽く水洗いして、そこから残念豚の独特の匂いを消すために煮ます。ネギ、料理酒とか少し、ブラックペッパーの粒がないからホワイトペッパーの粒少し、ローリエとかあったら1枚とか入れちゃいますね。もう沸いてきてるんですけど、これでもう OK。 だいたい10分ぐらい、10分もいらないな、5分ぐらい。水で軽く洗っちゃいましょう。軽く水洗い。じゃあ鍋に入っちゃいました。これも入れちゃいますね。ヤンニョムを作っちゃいますね。玉ねぎが4分の1。リンゴない方はもう入れなくても。梨があれば梨入れたいんだけど、梨が今ないから梨のジュースでやります。梨ジュースなかったらもう最悪入れなくても大丈夫です。これも合わせ調味料に入れちゃう。さあ合わせ調味料を作りますが、まず水、砂糖、水飴、みりん、おろしにんにくを胡椒は適量。ごま油も少し入れちゃいましょう。さっきミキサーで混ぜた梨ジュースとリンゴと玉ねぎ、ここにかけます。圧力炊飯器でやりますけど、25分やりますね。これで家にない方は鍋でもいいです。そっちはだいたい50分ぐらい。これでやることでこのヤンニョムが蒸発しないんですよ。圧力だから。これが一番美味しいやり方、おすすめのやり方。じゃあ火かけます。25分ぐらいやるともう超柔らかくなるんで。後で茹で上がった後に鍋で少し一緒に煮るから、この野菜を用意しましょう。ネギは今日斜めにしましょう。斜めに。大根、こうやって周りをこうやってこういう感じですね。別にこれ切らなくてもいいんですけど、これはそのままでも大丈夫ですよ。こうですね。こう。あと栗、きんな、ナツメ。中にある圧力を外に出してから蓋を上げます。じゃあ蓋上げますね。うわ、ちっちゃましてた。めっちゃ美味しそう。超やでるやでる。うわわわわうわ。肩ロース。うわ。少し味見します。これあ、てかわ、진짜 맛있다 이거。これをここでもう一回火をかける。少しボコボコ火入れながら煮る感じで。こんな맛있는데？
맛있다. 맛있어서.油を取りながら最初から鍋で煮たら水分がこれよりないはずなんですよ。踏んでるからずっと鍋に煮てもいいけど、そしたら時間がかかってしまう。これ家でやるのはすごい手間かかるかもしれないけど、やっぱこうやって手間かけてちゃんと作ったものはすごく美味しい。肩ロースはもう出来上がってるから一応切っとこう。ネギとかは下に引いて、大きいの1本取って、人参、しいたけ、栗、あとキンナ。これでカルビチーム、スペアリブのカルビチームが完成しました。今日はスペアリブでカルビチームを作ってみました。今日たくさん時間かかってるから立って食べます。わーし、너무 잘한 거 아니야 이거?いただきます。너무 맛있다 이거. 근데 찢어져 이렇게 합이 야들야들해서 고기가. 와 근데 진짜 맛있다. 나 밥좀만 주면 안 되나? 밥좀만. 와, これやっぱりご飯がすごい食べたくなりますね。骨もこれボンボン取れるから。ちょっと少し汁つけて米とこう먹고 싶지? 먹고 싶어요. 좋아요. 간장이랑 또 밥을 비벼 먹어야지. 이렇게 카탈로스 먹기 편하게. 머리 카탈로스 한 개만 더 먹고 끝내자. ということでカルビチームを作ってみました。ぜひやってみてください。すごくおすすめです。한번 넣어봐 이거. 겁나 맛있지?